どうも、あずちゃんゲームズの DIY です。サイバーフォーミュラ RC 化計画大掛かり開発プロジェクト始まります。前回で走行性能の改善がおおむね完了したため、今回は外観の要であるボディ製作作業を行っていきます。当マシンはリアカウル、フロントウィング、シャシーを除くセクションが青島文化教材社製24分の1プラモデルオーガを流用することとなります。まずはボディ部分を組み立てていき、外観を整えます。塗装作業の下地処理と並行するため、機械的機能部分は一旦分解しておきます。プラモデルには、金型成形図に生じたゲート跡やランナーから切り出した際に残った針なども存在するため、ヤスリできれいに整えておきます。バッテリーホルダーとなるリアカウルとボディ本体部分を合わせて、取り付け用の穴位置を調整します。激しい走行環境でも、ボディの分裂が生じないように、締結部分は入念に調整していきます。ボディ本体の成形に歪みが確認されたため、サンダーで軽く整えておきます。リアフェンダーの部分を表面処理していきます。流線形の強調が強い場所で、接合面の処理を怠ると見栄えが悪くなります。ボディ本体と剥ぎ合わせた際に接合面が目立たないように、ある程度きれいに整えます。接合したら下で、再度磨き上げ、接合面を消していくので、ほどほどにしておきます。キャノピー部分を研磨していきます。クリアパーツですので、ザラメのサンダーだと傷が目立ちます。面の狭い接合面のバリだけを狙って研磨します。キャノピーは着色パーツのフレームと接合するため、瞬間接着剤で固定していきますが、その際に低白化型の接着剤を使用していきます。白以外の着色またはクリアパーツに対して市販の瞬間接着剤を使用すると、付着面が白く濁ってしまいます。接合面の白化は見栄えが非常に悪くなってしまうため、プラモデル用のこういった接着剤を使用することで、表面処理の手間を減らすことができます。接合面の断裂を防ぐため、内壁側に PET プレートを添えて、こちらも接着させます。走行中に力が加わることのないお飾りですが、万が一クラッシュした際にどうなるかわからないため念を押しておきます。キャノピーとボディの接合面は、マグネットで接合する構造とします。固定位置は3点スナップで位置決めしますが、プラスチック製の頼りないものですので、ステンレスワイヤーのスナップに変更します。既存のスナップを除去し、リューターで穴にしていきます。穴加工部分には、適度な長さにしたステンレスワイヤーを差し込んで、瞬間接着剤でモールドします。キャノピーとボディ双方にマグネットを取り付けて、こちらもモールドします。モールド処理したキャノピーとボディを乾燥させている間に、リアカウルの研磨を行います。3D プリンタで出力されたウプ主オリジナルデザインのパーツですが、印刷性能の影響で多少の歪みがあります。大した歪みではありませんが、塗装後にどれだけ見栄えとして現れるかわからないため、念を押してきれいにしておきます。リアフェンダーをボディ本体に取り付けます。スナップは存在しないため、仮止めを行い微調整したら瞬間接着剤で接合です。調整したところで、マイクロ単位のズレは発生してしまいます。研磨すれば整うので、さじ加減で取り付けていきます。研磨するのとしないのとでは、案外見栄えが変わってきてしまうので、それなりに丁寧にやっていきます。曲面の多い部分のため、合成が高く割れにくい部分ではありますが、念のため、内壁側に PET プレートを添えてモールドしておきます。接合と補強の完了したフェンダー部分を研磨していきます。接合部分には、接着剤の余剰が隆起しているため、これを削り取って研磨すると、接合面が消えて綺麗になります。フェンダーの仕上げが済んだところで、乾燥させていたキャノピーを研磨していきます。低白化接着剤を使用したとはいえ、
若干もやがかかった状態となるため、タミヤのコンパウンドで表面をより滑らかにならしていきます。まずは、ザラメのコンパウンドで大きな傷をなくしていきます。傷が目立たなくなったら、再目のコンパウンドで細かい傷を消していきます。全体的に傷が目立たなくなったところで、仕上げ目コンパウンドを使った光沢仕上げを行います。クリアパーツは反射率の高いパーツであるため、仕上げ目の研磨によって、その綺麗さがより引き立ちます。ということで仕上がりました。補強部分は補強材の屈折が強いためちょっと目立ちますが、おおむね綺麗になったと言えるでしょう。シャシー部分も分解して下処理を行います。サイバーマシンはシャシーの露出面積が広く意外と目立ちます。原作に合わせて黒く塗装するため、一旦 RC システムを取り外して塗装しやすくしておきます。シャシーの分解が完了したため、塗装用の下処理を行います。と、その前にフロントウィングを微修正しておきます。サスペンションのジョイント部分をメンテナンスする際に、ドライバーを使用するのですが、ルプ主の設計ミスで、フロントウィングが工具の導入と干渉してしまいました。応急処理として、フロントウィングに工具がアクセスできるための導入口を設けておきます。こんな感じで、ドライバーが通る穴ができましたね。作業後に 3D データの方でも導入口を追加しておきました。下地処理も完了したため、早速塗装に入ります。オーガは白の塗り分け面積が広いため、白サフで明るめの下地にします。明るい色を先に塗り、徐々に濃い色分けへと塗装を進めていきます。リアカウルも白サフで下処理します。グレー色のレジンであるため、白くなりにくいです。塗装して乾燥を2回繰り返しました。キャノピーも白サフで下地処理します。クリアパーツはあらかじめマスキングしております。この日は気温が高く、湿度もあったためか、塗料の流動性が顕著でした。マスキング後に、あらかじめクリアコートを塗布してマスキング境界面を養生。マスキングテープの粘着力が弱いところに塗料が侵食しないようにしました。過去には、これを怠ったことで、えらい目に遭ってますからね。シャシーにも可動部分をマスキングしてクリアコートを行います。オーガの特徴である深い紫の色を再現しようと、最初にブルーを塗布します。しばらく乾燥させた後に、ブルーバイオレットを塗装して、それっぽい色にします。しばらく乾燥させておけば、ブルーバイオレットの下のブルーが透過して、濃いめの色合いに見えてくると思います。1時間乾燥させて、マスキングを剥がしていきます。キャノピー部の仕上がりはどんな感じなのでしょう。ちょっと乾燥させすぎたのか、硬い羽が若干残っていますね。後で丁寧に処理しておきましょう。クリアパーツの部分に塗装が侵食していないかチェックです。境界面にムラがないため、大丈夫そうですね。リアカウラにも、ブルーバイオレットを塗布していきます。メインボディには、ディテールラインの塗り分けがいくつかあるため、そこはガンダムマーカーで塗り分けておきます。ラッカーや水性に強く侵食し、養生面にも浸透圧で流入してくるくせ者ですので、下地は厚めにクリアコートしておきました。そんなこんなでしれっと塗装しておいたシャシーのマスキングを剥がしていきましょう。シャシー部分は黒の光沢塗装です。特に問題はなさそうですね。フロントウィングの塗り分けも見ていきます。
境界面のムラはなさそうです。ディテール部分の塗り分けは特に工夫していなかったためよく見るとムラが出ていますね。メインボディのフロントは複数色で塗り分けているため神経質にマスキングしました。クリアコーティングで浸透防止した甲斐もあり、塗り分けにメリハリがあります。テール部分のマスキングもモールドを追加せずに塗り分けたため入念なクリアコートを施しています。こちらも境界のムラはなさそうです。2面は見えないのでご愛嬌。シャシーと組み合わせて不都合がないかを確認していきます。イメージとしては問題なさそうですね。デカールを貼ります。プラスチックキットに付属している水転写式デカールを各部に貼ります。オリジナルのオーガはステッカーなどのデザインが少ないため余剰に付属しているデカールをアレンジして貼っていきます。貼り付けるとこんな感じになります。デカールの有無はかなり見栄えを変化させるためこの点は模型の不思議なところですね。デカールを貼り終えたら塗装面の保護を兼ねて光沢クリアを塗り重ねていきます。今回は6回くらい重ね塗りしました。シャシーにもクリアコーティングを施し RC システムを組み込んでおきました。こうして見てみるとそれっぽく感じるのが不思議です。ナックルの補強として追加したブレーキ構造にはローターとキャリパーの塗り分けを行って雰囲気を演出してみました。放熱用の構造とかも3D モデリングの段階でこだわってみました。この後は全体的に仮組みを行って調子を伺い各種微調整の後に一旦全ばらします。部品庫の破損がないか入念にチェックを行い精密な締結部品などを組み上げて本体を仕上げていきます。今回は手書き製図から入念に設計を行ったこともあり組み立てにはシステマチックな段取りが存在します。特に容積のないシャシー内部に動力を入れたり4輪相談にサスペンション構造を押し込んだりといろいろ複雑なことをやってしまったので手順を誤れない構造に。この手のサイバーマシンはデザイン性を重視したかなりゲテモノな構造をしているので無理もありませんけどね。チェックから組み立てを経て延べ1時間半の作業となりました。という感じでオーガ界は完成です。フロントウィングとリアカールは RC の構造上ウプ主のアレンジを余儀なくされてしまいましたが塗装してしまえばなんとかなってしまうものですね。シャシー部を黒塗装としたおかげか全体的に落ち着いた雰囲気を醸し出しています。おおむね完成したところで今回のお話は以上とさせていただきます。次回からはいよいよサーキット走行と改修を繰り返していくこととなります。ようやくスタートラインといったところですがかなり長い下積みでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございますです。